のささやきの朗読やあの日の葬式場の空気は今でも覚えている。湿ったような匂いと、外より少しだけ暖かい空気。季節のせいではなく、肌の下に入り込むような不気味な温度だった。おじの急な葬儀で、親戚が慌ただしく集まっていた。俺は受付を手伝うことになり、出入り口に立ちながら弔問客へ挨拶を続けていた。人の流れが一旦落ち着いた頃、いとこから短く呼ばれた。棺の中を確認してほしいと。理由は聞かなかった。ただ妙に焦った声だった。胸にざわつきを覚えながら祭壇横の棺へ向かう。薄い照明に照らされた白符の輪郭がぼんやりして、形の境目が曖昧に揺れていた。いとこと並んで棺を前にし、俺はゆっくり蓋を持ち上げた。その瞬間、息がうまく吸えなくなった。横たわっていたのはおじではなかった。顔の形も髪の毛も年齢すら違う。知らない中年の男が静かに白符に包まれて眠っていた。いとこは固まったまま小さく首を振った。ねえ、誰これ？俺は答えられなかった。式場のスタッフが間違えたのかと思ったが、そんな単純な話ではないとすぐに分かった。胸の奥で何かがじわじわと冷えていく。なぜならその知らない男の方には、切れ目のような跡がくっきりと残っていて、その端がほんの少しだけ動いた気がしたからだ。見間違いだと思った。そう思いたかった。だがいとこも同じ方向を見て固まっている。ねえ、今動かなかった？その一言で背筋まで重たいものが落ちてきた。葬式場の空気が急に静まり返り、遠くの度胸すら聞こえなかった。まるでこの棺の中にいる誰かが俺たちの気づきを待っているみたいに。棺の中の別人を見つけた後、式場の空気は目に見えて変わった。俺といとこが控え室に戻ると、親戚たちがざわつき始めていた。誰も声を荒げていないのに、部屋全体が落ち着かず揺れているような感覚だった。いとこが事情を話すと、おばが青ざめた顔で手を口に当てた。おじさんじゃない？どうして？すぐに式場スタッフが呼ばれ、全員で棺の前へ戻ることになった。ただスタッフの一人が小声で、今朝は確かに確認しています。と何度も自分に言い聞かせるように繰り返していた。棺の前に着くと、俺は無意識に呼吸を整えていた。いとことおばが後ろに立ち、スタッフが蓋に手をかける。ゆっくりときしむように蓋が開いた。俺は身構えたが、中は空だった。さっきまで別人が寝ていたはずの棺に誰もいなかったんだ。は？誰が言ったのかわからない声が漏れた。俺は手のひらが汗ばんでいるのを感じた。スタッフは顔を真っ青にして、棺の中を確認しながら震えていた。さっき、ここに確かに。おばが震える声で言った。じゃあ、おじさんはどこなの？控え室にいた親戚と職員が全員集まってきて、式場の空気は完全に混乱した。しかしその混乱の中で、俺だけが一つ気になっていた。棺の内側の布に細い跡がついていた。4本の筋がゆっくりと張ったような跡。まるで誰かが自分で這い出したかのように。誰にも言えなかった。言ったら終わると思った。その時、式場の端にある防犯カメラのモニターが
視界に入った。廊下の映像が無音で流れている。俺は見てしまった。棺から消えたあの中年の男が式場の廊下を歩いていたんだ。白符を引きずりながら、ゆっくり、ゆっくりと祭壇のあるホールへ向かって。俺は声を出せなかった。足がすくんで、息だけが荒くなる。いとこが小さくつぶやいた。ねえ、あの人、どうして裸足なの？裸足。そして足跡が映像の先へ連なっていた。このままホールに入れば参加者が全員集まっている。あれが何をしに行くのか分かりたくなかった。モニターに映った裸足の男は式場の廊下をそのまままっすぐ歩き続けていた。俺は止めなきゃいけないと思いながら足が床に張り付いたみたいに動かなかった。いとこもおばも同じだった。誰も声が出ない。その間にも男は祭壇のあるホールへと近づいていく。今は度胸の真っ最中で参加者が黙って席に並んでいる。その静かな空気の中にあの白符を引きずる音が混ざるのを想像しただけで胸が締め付けられた。スタッフが慌ててホールへ向かおうとしていたが、モニターが先にそれを映した。男はホールの入り口で立ち止まり、ゆっくりと中を覗き込んだ。その瞬間、モニターの映像が揺れた。まるでカメラ自体が震えたように。男の顔がはっきりと映った。目だけが不自然に黒く沈み、口は閉じたままひどく歪んでいた。生きている人間の顔ではなかった。あの棺の中にいた遺体の顔そのものだった。男は度胸の声に反応するように一歩だけ中へ入った。参列者の誰かが小さく悲鳴を上げた。次の瞬間、ホール全体がざわめき、視界の中で数人が席を立つのが見えた。モニター越しでもわかるほど、男は異様にゆっくりと動いていた。ふらつくでもなく、迷うでもなく、目的が決まった動きだった。その時、おばが震えた声で言った。あの人、おじさんの席に向かってる。参列者の列の中に、一つだけ遺影の前の席が空いていた。喪主が立った時に開けておいた席だ。男は迷いなくそこへ向かった。白符を引きずりながら足をゆっくりと運び、空いた席の前で止まった。そして椅子に座った。はっきりと座った。遺族席に。モニターの中で会場の空気が固まり、誰も近づけず、誰も声を出せなかった。その時、遺影がわずかに傾いた。まるで違うというように。遺影のおじの顔が照明に照らされてわずかに光り、その目線が座っている男を避けるように横へずれた。いとこが潰れた声でつぶやいた。あれ、おじさんじゃない。座る場所間違えてる。その瞬間、会場の照明が一度だけ強く明滅し、モニターが真っ暗になった。映像が戻った時、男は消えていた。椅子には白い布だけが丁寧に畳まれて置かれていた。ただ一つだけ、誰でも理解できる答えだけが残った。棺にいた別人は席に着きに来ただけじゃなかった。そこに座った状態からまたどこかへ歩いていった。葬式場のどこか。次は誰の席へ向かったのか、誰にもわからない。火葬場のあの光景は時間が経っても頭から消えなかった。思い返すたびに胸のあたりがじわっと冷えていく。
あれは祖母を送った日のことだった。式が終わり、火葬炉の前に家族が並んでいた。薄暗い廊下の奥に炉があり、そこだけ空気が重く沈んでいるようだった。壁に反射する赤い光が揺れ、静かな度胸の声だけが響いていた。職員が合図を送り、炉の扉がゆっくりと開いた。金属の軌道が擦れる音が長く伸び、その度に空気がひんやりとする。祖母の棺が台の上で待っている。家族は静かに頭を下げた。そこで俺はある違和感に気づいた。火葬炉の前、家族が並ぶ列のちょうど端、そこに見知らぬ子供が立っていたんだ。年齢は多分小学校低学年くらい。服はくすんだ色のパーカーで、髪の毛は肩のあたりで切り揃えられている。親戚にこんな子はいない。参列者にもいなかった。なのにその子は炉の前で笑っていたんだ。細い唇をゆっくりと引き上げ、小さな歯を見せながらこちらをじっと見ている。目だけが異様に動かない。俺は最初、誰かの家族が間違ってここに来たのかと思った。だがそんな間違いで済む雰囲気ではなかった。祖母の棺が炉へ押し込まれ、扉が閉まる。度胸の声が止まり、職員が小さく頭を下げた。その時だった。笑っていた子供が炉の扉へまっすぐと近づき、頭を傾けた。まるでその中を覗こうとするみたいに。俺は思わず周りを見た。しかし家族は誰も気づいていなかった。隣にいた母ですら、視線は職員へ向けられたまま。子供の姿なんて見えていないようだった。次の瞬間、子供がゆっくりと振り返った。目があった。その目はまるで黒い穴みたいに奥が見えなかった。笑いながらまっすぐ俺の方へ歩いてこようとした。俺は動けなかった。何か言おうとしても喉が塞がったみたいで声が出なかった。その時、火葬炉の奥から金属を叩くような音が響いた。ガン、ガン。家族が一斉に振り返る。同じ瞬間、子供の姿だけがふっと消えた。まるで最初からいなかったかのように。ただ炉の前の床に小さな濡れた足跡だけが残っていた。それを見たとき、胸の奥がじわっと冷えていった。あの子供は俺に気づいていた。子供の姿が消えた後も、火葬炉の前には明らかに異様な空気が残っていた。家族は金属音を不思議がっていたが、あの足跡には誰も触れなかった。見えていなかったからだ。濡れた足跡は小さな靴の形ではなく、裸足の形だった。5本の指がくっきりと残り、炉の前で止まっている。まるで、ここにいた、と示すように。俺だけがその痕跡を見つめていた。式場のスタッフが、建物の振動による音かもしれません、と説明をしたが、そんな軽い話には聞こえなかった。家族は火葬が終わるまで控室で待つことになり、俺もその列に並んだ。控室に入った瞬間、背中に冷たい視線のようなものを感じた。反射的に扉の方を振り返ったが、誰もいない。ただ廊下の奥の暗がりに、一瞬だけ小さな影が揺れた気がした。気のせいだと思いたかった。けれど、胸の奥のざわつきは強くなるばかりだった。火葬が終わり、骨上げの時間になった。案内された部屋に入ると、白い骨壺の横に祖母の遺骨が並べられていた。家族が箸を持ち、順番に骨を拾っていく。その時また、あの気配がした。部屋の隅、
誰もいないはずの空間に子供が立っていた。さっきと同じ笑ったままの顔、肩までの髪、くすんだパーカー、そして俺をじっと見ている。心臓の鼓動が耳の奥まで響くほど速くなった。家族は誰も気づいていない。おじが、こっちの骨を持って、と俺に声をかけた瞬間、子供がゆっくりと動いた。骨の並ぶ台へと近づいていく。その足取りは音もなく滑るようだった。そして祖母の遺骨の前で止まった。俺は息を飲んだ。子供が手を伸ばしたからだ。小さな指先が祖母の足の骨あたりへ触れようとした。その瞬間、部屋の照明が一度だけ弱くなり、薄暗い影が広がった。家族がざわつく。あれ？電気の調子が、と誰かが言った。だが、俺は照明よりも足元に目を奪われた。子供の影が一本多かった。子供の影とそのすぐ後ろに背の高い大人の影が重なっていた。大人の影は子供のものではない。形が祖母のそれに近かった。ただ歪んでいる。そしてその影は子供と同じ動きをしていた。子供が祖母の骨へ触れたとき、影のもう一つも骨へ伸びていった。見てはいけないものを見ている感覚がした。冷たい汗が背中を流れる。だが次の瞬間、影はふっと消えた。照明が戻り、子供の姿もいなくなっていた。だがただ一つだけ変わっていた。祖母の骨の中で一つだけ湿っている骨があった。まるで誰かが触ったばかりのように。湿った骨を見た瞬間、体のどこかが冷えるというより止まる感覚になった。俺だけが見たことも、俺だけが気づいていた足跡、そして祖母の骨に残った湿り、それらが一本の線につながってしまった。あの子は最初から俺にだけついてきていた。骨上げが終わり、骨壺を係員へ渡して部屋を出る準備をしていた時だった。控え室へ向かう廊下の奥から小さな笑い声が聞こえた。俺は立ち止まった。家族は気づかずに歩き続ける。ただ廊下の明かりの境目にうっすらと子供の影が立っていた。笑っている。廊下の向こうで肩を揺らしながら声を殺すように笑っている。俺は足が動かなくなった。その影はゆっくりとこちらへ伸びるように感じた。だがその時、係員が骨壺を運ぶワゴンを押して横を通り過ぎた。その振動で視界が揺れた瞬間、影は消えていた。安堵する暇もなく係員がこう言った。失礼ですが、先ほど骨を並べた際に少し気になることがありまして。俺の心臓が大きく跳ねた。おばあさまの骨の列に小さな子供の足の骨が一つだけ紛れていたように見えたんです。胸の奥が凍る音がした気がした。もちろん、こちらの勘違いかもしれません。ただ湿っていたので、触られたのかな、と。その瞬間俺は悟った。あの子は祖母の仮装に紛れ込んだんではない。炉の向こう側から出てきたんだ。家族が外へ向かう中、俺は最後尾を歩いていた。出口の自動ドアが開き、冷たい外気が流れ込んでくる。その風に混じって足元から濡れた音がした。俺はゆっくりと下を見た。濡れた小さな足跡が俺の足元に並んでいた。さっきまでなかった足跡が横に寄り添うようについていた。そしてその足跡は出口の外へ向かって続いていた。外へ出るとアスファルトの上にも同じ濡れた足跡が街灯に照らされていた。
まるで俺と一緒に帰ろうとしているみたいに。家族は誰も気づかない。足跡はどんどん伸びていき、俺の影と重なった。その影の上でかすかに笑い声がした。帰ろう、聞こえた。はっきりと俺の耳元で。逃げようとしても足跡は俺の歩幅に合わせてぴったりとついてくる。俺が連れてきたんではない。あの子が俺を選んだんだ。葬式の日を境に夜道を歩くと必ず後ろで濡れた足音がする。ペタペタと、まるで火葬炉の前で笑っていたあの子が今も隣で歩いているみたいに。葬式場のあの部屋に入った瞬間から胸の奥がざわついていた。湿ったような空気のせいだけではない。遺影の前に立った瞬間、背中をつかまれたような違和感があった。その日は職場の先輩、藤井さんの葬儀だった。まだ50代で突然の出来事だったらしい。式場の受付で名前を書き、祭壇のホールへ入ると、遺影が中央に掲げられていた。遺影の藤井さんはいつも見ていた穏やかな顔だ。けれど写真の中の目だけが、どこかこちらを見ないようにしているように見えた。本当は、そこが変だと思ったのはこの時だけではなかった。焼香の列に並び、遺影に一礼した時だ。藤井さんの目線がわずかに横へずれたんだ。最初は照明のせいかと思った。影が揺れただけだと自分に言い聞かした。だが、その横を向いた先を見て背筋が冷えた。そこには誰もいなかった。空っぽの席へ藤井さんの遺影は確かに視線を向けていた。列が進むにつれ、俺は落ち着かなくなっていった。焼香を終えて席に戻ったが、視界の端で遺影がずっと気になって仕方ない。目をそらすたびにさっきの横目が浮かんでくる。ふと同じ部署の後輩が言った。先輩、なんか遺影ちょっと変じゃないですか？俺は心臓が跳ねた。見えていたのは俺だけではなかった。どこが？と聞くと、後輩は眉を寄せたまま遺影を指した。いやー、さっきと角度が違うような。なんか、最前列を見ているように見えるんですよね。最前列。そこには模試である奥さんが座っていた。俺は思わず遺影を見た。さっきまで空席の方を見ていた藤井さんが、まるで聞き耳を立てるように目線を最前列へ向けていた。動いている。その言葉が頭を支配した。写真なんて動くはずがないのに、どう見ても角度が変わっていた。光の加減では説明できないほど、はっきりと。だがその時はまだ理由がわからなかった。遺影が何を見ているのかも。式が終わり、会場から出る時だった。ふと振り返ると、遺影の藤井さんが今度は俺の方へ顔を向けていた。さっきまで正面を見ていたはずなのに、まるで列の最後尾にいた俺を確認するように。その目線が完全に生きた目だった。俺は逃げるように式場を出たが、胸のざわつきは消えなかった。むしろ強くなっていた。あの遺影は誰かを見ていた。写真ではなく、意志を持った何かみたいに。そしてその次の日、その理由がはっきりとした。葬儀の翌日、出社すると部署全体が落ち着かない空気に包まれていた。藤井さんの話題を避けているようでもあり、逆に気にしているようでもあった。
デスクに座ると、隣の同僚が声を潜めた。昨日の葬儀、ちょっと変じゃなかったか。まさか同じものを見ていたのかと思ったが、同僚は続けた。奥さん、式が終わってから倒れたらしいんだ。病院に運ばれたって。理由まではわからない。ただ、あの遺影が最前列を見ていた理由が脳裏をよぎる。奥さんを見ていたようにしか思えなかった。不安を抱えたまま昼休みに入った頃だった。スマホが震え、後輩からメッセージが届いた。先輩、式場の人が連絡してきました。昨日の家、位置が少し動いていたそうです。誰も触っていないのに。読み終わると冷たい汗が背中を伝った。あの動きは思い違いではなかった。家は本当に向きを変えていた。その日の午後、仕事終わりに俺は一人で葬式場へ向かった。落ち着かないまま帰るより確かめなければいけない気がした。受付で名を告げ、遺影が飾られていたホールに案内してもらう。祭壇は片付けられ、遺影だけが台の上に残されていた。白い布の奥、静かな空気の中に藤井さんの写真がポツンと立っている。遠目から見た瞬間わかった。遺影はまっすぐ正面を向いていなかった。台の端の方、ちょうど俺が立っている位置へ斜めに角度をつけてこちらを見ていた。ぞくりとした。まるで俺が来るのを待っていたような角度だった。一歩近づく。遺影の目が照明に反射してわずかに光った。二歩近づく。藤井さんの目はまるで生きていた頃のようにまっすぐ俺を捉えていた。その時スタッフが横で言った。昨日の片付けの時はもっと違う角度でしたよ。その位置に向いていた覚えはないんです。その言葉に背中が固まる。ふと遺影の前の台を見ると、白い紙の端が床に落ちていた。風で飛ばされたのかと思い拾い上げる。そこには黒いペンでこう書かれていた。見ている。手が震えて紙を落とした。どう見ても藤井さんの字だった。後輩が言っていた、最前列を見ているように見える、という言葉が頭で反響する。あの遺影は、昨日からずっと誰かを探すように向きを変えていた。そして今その視線は、完全に俺を捉えている。次の瞬間、背後の空気がふっと重くなった。誰かが後ろに立ったように感じた。ゆっくり振り返ると誰もいない。ただ床に落ちた紙が一枚、俺の足元まで滑ってきた。次はお前。紙を見た瞬間、吐き気に近い寒さが胸を突き上げた。遺影が俺を振り返っている理由がやっと分かった。次はお前。その紙を見た瞬間、式場の空気が一気に重くなった。胸の奥が固まって、息を吸うだけで痛みを覚えるほどだった。遺影の藤井さんは相変わらず俺の方を向いている。写真のはずなのに視線に温度があった。逃げよう。そう思い振り返って歩き出した時だった。背後で台がきしむ音がした。ゆっくりと何かが動くような音。俺は振り返る気にはなれなかった。ただ分かった。遺影の向きがまた変わった。出口へ向かおうとした。だがホールの奥からバタンと何かが倒れる音が響いた。それは遺影のフレームだった。怖くて確かめられないまま走って控え室を抜け、式場の外に出た。夕方の冷たい風が一気に体を包んだが、安心はできなかった。胸の奥のざわつきはむしろ強くなった。その夜自宅に戻っても落ち着かず眠れなかった。風呂場の鏡に映る自分の顔がやけにくすんで見える。
疲れだと思い早めに布団へ入った。だが深夜、リビングの方から小さくガタンと音がした。家には俺しかいない。息を殺して耳を澄ませると、壁の向こうで何かが擦れるような音がする。布団から出て廊下を覗いた。暗闇の奥、リビングの入り口に薄い光が漏れている。まるで誰かが居間の照明を弱くつけたように。足が勝手に動いた。息をするたびに喉が渇く。リビングに入ると、テーブルの上に遺影のフレームが立っていた。昨日式場で倒れたはずのあの遺影。なぜか俺の家にある。藤井さんは正面を向いていない。斜め下、ちょうど部屋の隅を見ている。その視線の先をゆっくりとたどった。暗闇の隅に人影があった。背の高い男が壁にぴったり張り付いた姿勢で立っていた。輪郭は藤井さんそのまま。ただ顔だけは写真と同じ無表情だった。遺影が静かにその男を見ていた。まるで鏡を覗き込むように。その時男の首がぎこちなく回った。関節が引っかかるような不自然な角度で、カクッ、カクッとこちらへ向く。最後に視線が俺で止まった。黒目が写真と同じ位置にあった。そして遺影のフレームが一人でに少し傾いた。まるで次はここだと示すように。藤井さんの口がゆっくりと動いた。写真なのに動いたんだ。一言だけはっきりと唇が形を作った。見てるぞ。電気が一瞬だけ消えたその瞬間、影も遺影もまとめて消えた。ただ、テーブルの上に一枚の紙だけが残っていた。これからは、そっちから振り返る。その夜から、家の鏡はどれもほんの少しだけ角度が変わって見える。まるで、俺の背中を振り返っているみたいに。